こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画は United Plugins というメーカーのドロップキックというプラグインを紹介していきます。こちらのソフトは提供していただいたものではなく、個人的に購入したもので結構いいなと思って皆さんと共有できたらと思いましてレビューしてみました。一応 EDM 系の方向けにキックを強化するプラグインという形でリリースされておりますが、ロックドラムに使っても結構いいなと思ったのと、あとはキック以外に使っても結構いいんじゃないかなと思いましたので、ちょっとそちらの自分ならではの角度で紹介してみたいと思います。今回使うのは生録音したドラムの音ですが、アコースティック系であれば全然打ち込みとかでも同様の使い方ができると思います。ではまず何もかけていない状態のドラムの音を聞いてみてください。はい、こんな感じでナチュラルな音になってます。で、ここにドロップキックをインサートしてどういうふうに音が変化していくのかっていうのを聞いてみましょう。まずキックだけで何もかけていない状態はこんな感じです。はい、ここにいろんなつまみで音を変化していくわけですが、自分自身も購入したばっかりっていうのもありますし、特にご提供いただいたものでもないのでマニュアルとか全然読み込んでいないのですが、直感的にいろいろ動かしてこのつまみ気に入ったなみたいのをサクサクと紹介していきたいと思います。まずはこのフェーズっていうのを使うと、分かりやすくちょっとダンス系のキックっぽい音になったりします。こんな感じでこのフィルターの値を上げていくとだいぶエレクトリックっぽい音になっていくので、ロックドラムで使う分にはちょっと控えめな感じでやるといいのかなと思いました。で、おそらくこの虫眼鏡のやつを使うとこのベストな帯域っていうのが探してくれるのかなと思います。で、パワーってやつもこういう共鳴みたいな感じなのかなっていう感じですが、ちょっと上げてあげるだけでもこう吸い付くような部分が加えることができます。で、これ系の例えばファイヤーとかオーバーとか独自のワード使っているとなかなかとっつきづらかったりするんですが、ざっくりこれが低音系で、これが高音系で、これがトランジェント感かみたいな感じがしました。このオーバーってつまみを上げると結構吸い付くような感じが加わりますね。で、あとこのクリーンダンプとかは逆にちょっとおとなしくさせるような効果があるようです。で、このトリムっていうのはリリースをコントロールするのでゲートみたいな感じですね。アコースティックのドラムの場合はちょっと控えめにかけてあげるとかぶりの音をちょっと制御できるかなと思いました。そしてもう一つ結構いいなと思ったのはこのドライブですね。これも上げ下げしてみましょう。で、これをウォームとかにするとさらに激しくかかります。で、ドライブさせるとアウトがちょっと大きくなるので、こちらで下げたりとかするといい感じになるんじゃないかなと思います。では改めてビフォーとアフター比べてみましょう。ものすごい変わりますよね。ちょっとドラム全体で聴いてみましょう。はい、という感じで今 EQ もコンプも全く使ってない状態なのですが、だいぶ音を変化させることができました。
もちろん EQ とかコンプ使った後に味付けみたいな感じで使ってもいいのかなと思います。ではスネアに対しても使ってみましょう。元音はこんな感じです。じゃあここにドロップキックを少しずつ加えていきます。では全体で聞いてみましょう。はい、こんな感じでスネアに使っても結構いい感じになりますね。で、やはりスネアの場合はキックと違ってこれだけで追い込むっていうのはちょっと難しいのかなと思いましたので、この前に EQ とかコンプとかある程度した後でこれを加えてあげると結構いい感じになるかな。で、あとタムにかけてもいいような感じがしましたね。タムって結構このローの迫力欲しいけど、そこを出しすぎると周りの音を飲み込んでしまうし、迫力出すために歪ましたりするとブーミーになっちゃったりとかっていうのがあるんですが、そのあたりもドロップキックだと、ツボを押さえたような音の変化をしてくれるかなと思いました。こんな感じですね。こんな感じで結構迫力出せたんじゃないかなと思います。もう全体で聞いてみましょう。という感じで、今は全く何も EQ やコンプかけない状態でドロップキックかけていましたが、これだけ音変化させることができるので、この手前である程度 EQ やコンプとかをしっかりやってあげれば、より狙った音が作りやすいかなと思いました。というわけでかなり駆け足でざっくりな紹介でしたが、ドロップキックというプラグインの紹介でした。こちらのプラグインは、これ収録している2024年の2月なんですが、2月末までセールで約3000円程度で販売されておりますので、EDM 系の方々はもちろんですが、自分と同じようなロック系のジャンルの方々にもおすすめできるんじゃないかなと思います。定価が1万円前後ということなので、1万円っていうとちょっと割高かなとは思うんですが、3000円前後であれば全然買いだと思いますので、ぜひとも検討してみてください。こちらの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをお願いいたします。ありがとうございました。